皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、普段私が自然風景を撮るときに使っているカメラ機材のお話をしたいと思います。はい、ということでですね、今回は珍しく普段私が使っているカメラ機材のね、ちょっと紹介をしていきたいなと思います。で、最近ちょこちょこね、質問を受けるんですけれども、ニコンやめましたかとかね、なんで富士フィルムばっかり使ってるんですかとか、そういうコメントをね、いただいたりすることがね、あります。で、おっしゃる通りで私はね、ニコンをずっと使ってきたんですけれども、2年ぐらい前からですね、富士フィルム、こちらの GFX50S2 を導入して、それ以降ずっとね、富士フィルムをメインで使ってきていました。で、最近もまた新しく導入した XT5 ですね、インスタグラムの投稿ほとんど XT5 になったりしてると思うんですけれども、このね、2つなので、富士フィルムに完全に重きを置いて自然風景を今撮っています。今回はちょっとなんでニコンをずっと使ってきたのに富士フィルムに移行したのかっていうところ、そこのところをですね、ちょっとお話しできればなと思います。で、今回はですね、決して富士フィルムがいいんですよっていうこと、いいんですけれども、それだけじゃなくて自分に合ったカメラって何なんだろうっていうところをですね、ちょっとお伝えできればなと思いますので、もちろん今回は作例とかも豊富に準備してますので、それもお見せしながらね、その点をお話しできればなと思うので、チャプターに分けているので興味のあるところをご覧いただければなと思います。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。まずね、なぜ富士フィルムにしたのかという一番の理由は GFX を使ったことが決め手だったかなと思います。で、使ってからいくつか気がついたことがあって、で1つ目はですね、ダイナミックレンジがめちゃくちゃ広かったという、そこが今まで使ってきたカメラとね大きく違ったところで、シャドウからハイライトまでの豊かな表現というか、階調がすごく豊かで、そういったところがこれまで表現していたところからさらに上に行ったっていうところが、このカメラから感じられたところですね。で、見ていてね、負荷がないというか、心地がいい描写というのかな、色表現というかトーンというか、そういったところがねすごくこれまでにない感覚だったので、そこが一番引き込まれた点だったかなと思います。続いて2つ目は誰もがご存知のフィルムシミュレーションになるんですけれども、これもねありきたりな話になってしまうんですが、自分がね写真を撮っている時っていうのは心情を載せたいなっていう時もねあるんですけれども、そんな時にこのフィルムシミュレーションを使うとものすごくマッチするというか、それはニコンを使っていた時にあまりなかった感覚だったので、そこがね結構気に入っている部分かなと思います。で、一応ニコンにもピクチャーコントロールっていうのがあるんですけれども、そんなに心情を乗せられるようなものがなくてですね、でいろいろこの GFX 使った後に、試したりもしたんですけれども、なかなかマッチしないというかアジャストできないというか、そういったところでやっぱり富士フィルムのがやりやすいなっていうのを実感したというところでも富士フィルムをね今使っている理由になっているかなと思います。で、3つ目はですね、画角になるんですけれども、この GFX 中盤サイズのカメラっていうのは4対3のアスペクト比になっています。で、通常のフルサイズだと2対3ってちょっと横長なんですよね。で、今まではずっと2対3で撮っていて、初めてこの GFX を使った時にこの4対3の画角があまり慣れなかったんですけれども、ただ撮っていくうちにこの4対3の方が非常にストーリーを作りやすいっていうのをね実感しました。何か一つの被写体を決めて、そこから副題とか周囲の環境を合わせる時に、その余白の割合とか、その距離感とかがこの4対3の方が自分はすごい表現がしやすくてしっくりきたっていうところですね。で、今逆に2対3を使おうと思うと横長すぎて構成がしにくいですし、やっぱり自分がいいなと思ったところで構造を作ろうと思った時には4対3の方が一番しっくりきたっていうところで、その点でもこの4対3がベースとなっている GFX がものすごくいいなというところでこれをね選択していました。で、後ほど XT5 についてもお話しするんですけれども、この XT5 にも4対3っていうねアスペクト比を選択できるような感じになっているので、その点も2つを合わせやすいというところでねこれも使っているんですけれども、やっぱりその画角ってそんなに重要って思われるかもしれないんですが、自分の中ではねかなり重要なポイントかなというふうに思います。なので4対3っていうものが
ものすごく自分に合っていたっていうところも、そのね使用している理由になります。続いては物腰の柔らかい写りというところで、富士フィルムをね使ってからものすごくそこにね気がついたというか、ニコンを使っていた時っていうのは、Z のねレンズを使ってやってたんですけど、とにかく素晴らしいクオリティでした。でもキレッキレでカリッカリの、光を捉える時の描写性能なんか最高ですし、もう今時の最先端な、写りをねしてくれます。ただ自然風景の中で、撮った時にどっちが自分に一番こうマッチしてる、自分が思い描いている世界観にマッチしているのかっていった時に、これは富士フィルムだったんですよね。なぜかというと富士フィルムって最先端ではあるんですけど、なんか物腰の柔らかさというか、そういうのをですね感じて、自分が表現したい世界観はそっちだったのかなと。ちょっとニコンだと おしゃれというかかなり派手な感じになってしまって、ちょっとこう重厚感のある雰囲気で仕上げたいというか、撮りたいところでも、かなりこうキラッとなってしまうというか、そこの不一致がやっぱりニコンを使っていて、この GFX を使った後で比較した時にねそれをものすごく感じたので、そこで一番自分が表現したいところでマッチしたのは、この富士フィルムの GFX だったなというところで、やっぱりこっちをメインで使おうというところに落ち着いているという感じに、なります。ただニコンは本当に最先端な今時の写りをしてくれるので、それはそれでものすごい強みだと自分の中では思ってるので、それは別の用途として、今はね使ってるような感じになります。はい、という感じで今ニコンをずっと使ってきたんですけど、なぜこの GFX が自分に合っているのかっていうところをですねいくつか正直にお話をいたしました。でせっかくなんで今メインで使っているレンズたちなんですが、GF の35から 70mm の標準ズームレンズを使ってます。これキットレンズでついてきたんですけれども、このコンパクトさなんだけど描写はかなり素晴らしいというところで、4500とかもあるんですけど、自分はサイズとか重量とかのことを考えると、このぐらいのサイズでいいかなと思います。描写も特に文句がないので、これをこれからも使っていきたいなというふうに思ってます。あとは望遠レンズの100から200ですね。正直言うともうちょっと200よりも先に行きたいなって思うシーンもあるんですけれども、日本国内で撮る分にはこのぐらいでもいいのかなと正直思います。ただ海外とか、かなり広大なエリアに行ったりする時なんかはテレコンバーターをかませた方が、いいシーンもあったりしますので、2年前にアイスランド行った時にはテレコンバーターを使っていたんですけど、やっぱりそのぐらい広いエリアだと、テレコンがあるとすごく心強いなという感じはねします。基本的には今この3570と100200のシステムで、GFX のね撮影をねしています。で先ほど横にあった小さいカメラ、こちらが富士フィルムの XT5 になるんですけれども、これもですね今年の冬から導入して使っているカメラなんですが、本当に気に入っている1台になります。でなんでこの GFX に合わせてこちらを導入したのかっていうところもねお話ししたいんですけれども、まず1つ目っていうのは小刀が欲しかったっていうところになります。どうしても GFX ってこれだけのサイズがあるので XT5 と比べてもこんだけ違うんですよね。こんなに大きいのでちょっとこう私の中では大きい刀のような存在になります。だから万能といえば万能、何でも、切れるというか何でも取れるんですけれども、ちょっとこう微細な世界に入って細かいものを取ろうとか寄り添って取ろうとかっていうシーンにはちょっとマインドが入り込めないシーンがありました。で取りこぼしているというか、そういった取りこぼしを回収できるというか気づいたものを撮れるためにちょっと小型的な、カメラが欲しいというところでこの XT5 をね、今回導入しました。結果的にものすごく良かったんですけれども、これ4020万画素というね高画素機になっているので描写も本当にいいですし、で実際に使っていて GFX と差がないんじゃないかって思うシーンがね実際にあるんですよ。そんなはずないだろうって思われるかもしれないですけど、本当にそこと差がないぐらいの描写をしてくれる時があります。もちろん輝度差があるシーンっていうのは、もう GFX の方が圧倒的にいいんですけれども、そうじゃない時、輝度差がそこまでない時っていうのは本当に見分けがつかないぐらいいい描写をねしてくれますので、そういったところでもねすごく気に入ってます。でこのコンパクトさで、小さい世界に入って込めるっていうね、そこが結構このカメラを導入してした理由の一つっていうところになりますし、実際に導入してからもそこがすごく気に入っているポイントになります。そしてもう一つこれ XT5 が気に入っている点とこれを導入するきっかけになったことなんですけれども、このカメラの作られた時のコンセプトっていうのが原点回帰っていうね、そういったコンセプトのもとに作られています。小型軽量化、そして高画質ってね、その3点を重視して作られているんですけれども、そこがねかなりね
気に入りました。最近のカメラの傾向っていうのは写真性能だけじゃなくて動画も撮れなきゃいけないっていうような、時代の流れになってきてる中で、正直自分みたいに写真を撮るのがメインな人にとってみると動画の性能そこまでいらないなっていうシーンがねあります。もちろん、ニコン Z8 僕これ使ってるんですけど、これも 8K も撮れるし 4K120p も撮れるし、N ログ撮れたりとか、するんでめちゃくちゃそれは嬉しくて、これもねすごく大事なんですけれども、でも写真に全振りしたカメラもあっていいじゃないかっていうところで、そのところをね実現してくれたのがこの XT5 に、ね、なっています。なのでそういった動画性能を最小限に抑えているのでサイズ的にも小さくなってるし軽量化も図れてる、でも高画質っていうところはちゃんと保たれているというね、そういった無駄って言ったらあれですけれども、自分にとっては正直言うとちょっと無駄な部分が削ぎ落とされて必要な部分だけが詰まっているというね、そういったところもすごくね気に入っている点になります。でこのボディについてもですねかなりグリップ感も良くて、正直言うとね前の XT4 を使ってた時はここにねグリップをね外付けでつけてたんですけど、それなくても全然持ちやすくて安定して持てるので、自分はなくてむしろこのコンパクトさを感じたいなと思って、特につけていません。でも問題ないですね。で、こちら三軸チルトなんですよね。これやっぱりね写真撮る上で自分はチルトの方が、使いやすいですね。どうしてもこうやって撮ったりとかこうやって下から撮る時に軸がぶれるんですよね、バリアングルだと。そういったところで慣れの問題もあると思うんですけれども、自分はこのやっぱチルトが好きだったので、そういったところでも、こちらのカメラはねすごくいいなというふうにね思っている、点になります。そしてこの XT5 と一緒に使うレンズもねちょっと紹介したいと思うんですけれども、まず1つ目は 16mm から 80mm の、高倍率のズームレンズになります。これもね描写は結構いいのかなとは思うんですけど、正直言うとレッドバッジの 16mm から 55mm の F2.8 あれが欲しかったんですけど、ちょっと大きさが気になったのと、あとは手ブレ補正がないというところでちょっと悩んだ挙句こちらにしました。ちょっとスイートスポットを見つけるのがね難しかったなと思うんですけど、ようやく最近掴んできたので、ここのとこだと描写いいなとかっていう感じでちょっと体で覚えながらですかね、やっていくような感じで今使っています。なのでできればこの XT5 に最適化された高倍率のズームレンズがね今後出たら非常に嬉しいかなというふうにはね思っています。でもう一つ望遠レンズなんですが70から 300mm のレンズですね。これは XT5 に対応しているレンズなので描写もすごくいいですね。実際に買ってみてこんなにいいのかって思うぐらいこのレンズはめちゃくちゃ良かったです。ただこれは僕の体感なんですけど、予想していたよりもはるかに良くてびっくりしていますね。ただ見た目はねちょっと面白い感じでこんなピョーンって伸びるんですけど、でも描写が素晴らしいのでこれからもね使っていきたいなというところですね。70から300なので望遠域だと450まで攻めることができるので、もちろん450ってなるとちょっと画質がね劣化するとは思うんですけれども、ただそこまでいけるっていうとかなりね撮影する幅というか今まで切り取れなかったところも切り取れるし、しかも結構寄れるので小さな世界を撮ったりする上でもねめちゃくちゃ重宝するレンズかなと思っています。で超広角はタムロンを選びました。11mm から 20mm の超広角で F2.8 ということで、オーロラ撮ったりとか星を撮ったりする上で使おうかなと思っている、そういったレンズに、なります。実は言うとこれ買う前にシグマの超広角のレンズをね買ったんですけど、自分の中でちょっと描写に満足いかなくて1週間も経たないうちに売ってしまって、それでタムロンに乗り換えたっていうところで、ただこれはね、XT5 のカメラに自分の中ではね合っていて合格ラインだったかなと思ったので、これからもこれを使っていきたいかなというふうに思います。なのでねまだ XT5 に最適化されたレンズっていうのがちょっと少ないんですよね。そのすごいいい描写を求めるんであれば。でそれがちょっと今ネックなんですけれども、今後また新しいレンズとも出てくると思うので、そういったものを待ちながらそれまではひとまずこのレンズのラインナップでねやっていきたいかなというふうにね思っています。はい、っていう感じで今自然風景を撮る上でのメイン機は富士フィルムに統一したということでお話をしたんですけれども、じゃあニコン全く使わなくなって売っちゃうのかというと全くそんなことはねないですね。これからも引き続きニコンはバンバン使っていくっていう感じなんですけれども、ちょっと用途が異なるかなというところで、基本的にニコンはクライアントワークの中で品用していく
使っていくようなね、そういった立ち位置になっていくんかなと思います。やっぱり描写はすごくいいですし、最先端な今時の写りをしてくれるので、そういったところではクライアントさんのニーズに非常に合わせやすい、レスポンスがしやすいというところで、これからもこれをね使っていきたいと思います。ただやっぱり自然風景を撮る時っていうのは自分の心情を作品として表したいっていうところでありますので、そういったところには富士フィルムがすごく良かったなというふうに思うので、こっちをメインで使って、クライアントワークはこっちでやっていくような、観光系の仕事とか、建物を取ったりとかっていうのも稀にありますので、そういった時にはこっちを使っていきたいなというふうに思っています。なので自分に合ってるカメラってなかなかね難しいと思うんですけれども、一番は今レンタルサービスとかもありますので、それを使ってみて、今現在使ってるカメラと比較してみて、こっちの方が表現する上ではこっちの方がいいじゃんとか、そういうのが分かると思いますので、今の時代はレンタルができるので、是非そういったものも活用してみて、比較してみて、自分に合ってるカメラっていうものをあぶり出すというか、探してみていただければなというふうに思います。はい、という感じでちょっとね今回は珍しくギアの話をしたんですけれども、ちょっと私はまた2週間ぐらい海外に撮影のね遠征に出てしまうんで動画空くかなと思うんですけど、またそんな様子もねお届けできればなと思います。そこの撮影ではこの富士フィルムのねシステムで撮ってこようと思いますので、また楽しみにしていてください。インスタグラムもねやってますので、そこだとストーリーズとか上げたりとかアクティブにしてますので、また動画滞ってもそっちの方を見ていただければ非常に嬉しいです。あとはまた春のワークショップも予定してますので、概要欄にリンクがありますので、そちらの方もぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。